ちらヤフオクで入手したアクセサリーを、これは熱いやつでしょうか。もしかして金なのか。じっくり検証していきたいと思います。今日もこちらヤフオクで入手したアクセサリーをじっくり一つずつ検証していきたいと思います。はい。では、早速ですね、重さを測っていきたいと思います。はい。全部で 1548g も入りました。全部このトレイに開けていきます。一気に全部開けちゃいます。うわー、いっぱいだ。山盛りだ。山盛りアクセサリーを一つずつ、見ながら発掘して、何か金とか銀とかいうものがあればいいなと思ってるんですが、はい。ではまず一発目、何からいこう。じゃん。これは熱いやつでしょうか。でかい。じゃーん。でかい指輪はもしかして金なのか。金なのかどうなのか。でもなんとなくそれらしい色をしています。これはもう見るしかないですね。検証は必要です。これです。皆さん見てください。この凄まじい大きさ。もう親指にも入んないですけどね。こんな感じです。迫力がもう違います。これは一体何なのか。持った感じはですね、もうずっしりと重い感じです。重厚なこの作り。そしてルーペで見てみると、ですね、ちょっとこれはぜひ見ていただきたいんですけれども、ちょっと待ってください。はい。ですね、これ、マジで見ていただきたいんですが、これ、スマホの、拡大、マクロレンズですね。これで拡大してみると、こんな感じです。はい、こういう、重厚な作りをしてるんですけれども、はい。で、ここ見てください。750って書いてあるんですよ。750とは、金の、純度ですね。75% が金、すなわち18金のことなんですけれども、よく見るとですね、これをこうギュッと拡大します。750って書いてある数字がなんか消えててですね、さらに金色をしてるんですね。金だったらこの色にはならないはずです。そうしてですね、この削ったような跡、それからこの小さな点々ですね、数字の、数字を表す
この下に点々が見られるんです。この点々が何なのかと申しますと、おそらくなんですけども、過去の経験上、これはドットピーニングという、技術で、機械で、先端の尖ったですね、こういったこういったタガネをですね、先端に取り付けて、なんていうんですかね、こうたくさんこうツンツンツンってやるやつなんですね。でこれで、黒鉛に似たようなものを再現するドットピーニングという技術がありまして、大量にきれいに、たくさん生産できる、加工できるものなんですけれども、おそらくこれドットピーニングのだと思うんですよね。この黒い点々が見えますので、ただですね、その後それをなんか引っかいて削ったような跡がありまして、多分ですね、これ誰かが以前にこの素材が何であるかをすでに検証されてるような感じですね。他の部分も同じように削った跡があります。こんな感じですね。誰かがもう削って検証した跡なんではないかと思われます。で、よく見ていただけると分かるんですけれども、この一見すると金色に見えるこちらはブロンズですね。金色に見えるんですけれども、実際は金の色ではなくて、どちらかというと真鍮などを、調色でこのなんとなく金色に見えるようにした、メッキをかけてるんではないかなと思われます。金メッキって本来は金のイオンを使って、金色の薄いマークをですねコートするんですけれども、これは、そういったものは使われていない調色によって金色らしいものを再現したメッキ製品だと思われます。で、削った跡が、私じゃないんですけども、誰かが削った跡がもう下地が銀色になってるので、残念ながらこれは私が期待するものではなかったということですね。こういった見た目のものがファッションリングとして存在する分には何の問題もないと思うんですけれども、残念ながらですね、750という非常に紛らわしい光景がついてるので、今回残念ながらこちらですね、破壊、して、でなおかつですね、この下地が実際は何であるかを、見た方がいいかなと。硬いですね。めっちゃ硬い素材です。なので、すいません、少々お待ちください。はい、こちらですね、このボルトクルッパーと言いまして、もう何でも切れそうな、大変素晴らしいツールです。素材としましてはですね、クロムモリブデンという、金属を使っておりまして、とっても硬いやつですね。でこれで今度は切っていきます。じゃあ、切れるかな。はい。ちょっとずれちゃった。あれ、切れない。いつもはバチンと切れるんですけどね、全然切れません。食い込ん刃先がこう入ってる感じはするんですけれども、いつもみたいに全然切れないですね。
これは結構硬い素材です。ちょっとお待ちください。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、こちらです。これはハードディスクを分解して取り出したネオジム磁石という非常に強力な磁石です。これで磁性を確認してみましょう。ちょっと分かりづらいんですけれども、こんな感じで、つきましたね。磁性思いっきりあります。なので、鉄っぽいんですけれども、何かわからないやつですね。鉄っぽいです。スティールだと思われます。はい、こんな感じです。完全に切断することは結果としてできませんでした。こんな感じで外側金色に一見して見えるんですけれども、傷の部分は下地が出ていて、こんな感じの色になっています。これはおそらくですね、鉄のステンレスの仲間なのかな、わかんないです。なんだかよくわからないんですけれども、こういったお品です。で、問題はこの刻印ですね。ドットピーリング刻印で打たれてるんですけれども、750という非常に、誤解を与える刻印がついてました。なのでこれはですね、完全にスクラップ域です。スクラップというかくず鉄域ですね。くず鉄域です。さよなら。では次行ってみましょう。いきなり変なのだったので、次はちょっと面白いのが出ればいいなと思って、これ、もう絡まってる。すごい絡まってる。なんでいつも絡まってるのかって言いますと、どうしても絡まっちゃうんですね、こういう形は。で、じゃあ、これ、こんな感じのものですね。なんだろうなと思いますと、はい、これは木だと思います。ウッドの木ですね。ウッドの木を削り出したものだと思います。で、特徴的なのはですね、こんな感じでですね、象さんとかお馬さんとか動物のですね、木工細工がついてるんですね。で、この木の模様ですね、目を見るとこんな感じでですね、天然の素材を連想される作りをしています。なのでこれは木だと思うんですね。木と動物と大自然な感じのお品でした。はい、こちらこういうやつです。今ですね、見て、こんな絡まっちゃってますね。これどうしようかなと思うんですけど、でも意外と簡単に外れました。はい、じゃあこの感じ、ギラギラギラと、多分ですね、こんな違うかつけづらいです。多分こういうイメージのお品だと思います。この玉なんですけれども、こんな感じで、塗装したような表面ですね。フェイクパールとかモゾパールといったお品なんですけれども、実はですね、ここが重いんですよ、持った時に。モゾパールって素材がプラスチックに色つけたようなものだったりするんで軽いことが多いんですけれども、これはなんかすごい重いんです。なのでこのパーツですね、これをよく見てみると表面の色が変化してます。
なので刻印はなかったんですけれども、パーツはシルバーなんじゃないかなと思われます。これもう検証しないとわかんないので、これは検証の箱に綿棒の空き箱がないです。ちょっと待ってください。はい、すいませんでした。入れ物容器をですね忘れていました。でこれ検証の必要なものはこちらに入れてしまっておきます。まだ残ってるんですけれども、こんな感じでですね、今日この発掘したものはこちらなんですが、まだですねこんな感じで残っております。はい、なのでごめんなさい、ちょっとこちらは次回にですね、to be continued ということになります。Talk to her。 すいません最後に来ましたね、すいません。そうですね、今回の、発掘したもの、それからこれが、銀かもしれないものがついているので後日検証する箱ですねに入っているものと、あとこれは残念ながら刻印がふさわしくないので、スクラップといいますか、メッキくずみたいな感じで処分させていただくために切ってしまったものですね。とあとこちらがですねまだ残ってしまったので、ぜひですね次回の動画で見ていただければと思います。なので次回まで to be continued talk to her です。なので、最後まで、見ていただき本当にありがとうございました。もし良かったと思っていただけた方はぜひですねグッドボタンと、あとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。 Thank you.